録画をするのを忘れてました。今回やるインスタライブも YouTube の方に上げられるようにですね、で海外の方とかも後から見て自動翻訳ですけどね、そちらの方楽しんでいただけたらなと思います。ちょっと YouTube の方の動画だとアングルが変わってくるので YouTube を見られる方はインスタの方のインスタライブの方のリンクを概要欄に貼ろうと思いますので、そちらを見て両方で楽しんでいただけたらなと思います。みかりん172428さん届きました。広げてみました。ありがとうございます。昨日なんかDM でですね届いたんですけど、インスタのストーリーの方に上げてくださっている方が布耳をね全部広げて写真撮ってくださいました。ありがとうございます。結構文字がこういう文字がね入ってるものが意外と多くありましたね。最初7本ぐらいって伺ってたんですけど、意外と皆さんのところに文字入りが届いてるんじゃないかなって思います。はい、まだこんにちはまだ届いてます。関西ですからですね。昭和まさんありがとうございます。これなんて読むんだろう。心なえさんでいいのかな。耳生地仕分けてみました。ありがとうございます。そうなんかやっぱりやり方が分かるとスタートしやすいですね。届いてこれどうしようって多分なんかこんな感じでねうわって届いても最初いきなりこれじゃあ作りますとかやっても分かんないので、後半の方に生地のこの仕立て方をやってるので、まず作り方を見るよりはその前に耳の仕分け方から布合わせの方法などをね紹介してますので、眠くなっちゃうかもしれないですけどゆっくり見てください今日はですね何をしようかなって思ったんですけど、前回ここまでやったのインスタライブをご覧いただいた方はここまでやったのを覚えててくださってるかなと思うんですけど、これをですね実際にちょっとなんか作ろうかなと思って、じゃあですね前回の続き、あとはそう生地がもう皆さんねこのグレーの生地ってなったみたいで、私白い生地で紹介してますけど、特にね問題ないのでこのままこの一部にね使っていただいてそのまま進めていただけたらと思いますね。これもすごい素敵な生地ですよね。なかなかこういうアッシュな柄ってなかなか色合いってないのでねすごくいいかなと思います。で、インスタライブね前回見てた方とか、アーカイブご覧になった方はもうこのまま出来上がった状態から始めていきますね。でこっから何を作ろうかなって思ったのが、2つぐらい前かなの YouTube の方に紹介しているマリメッコのポーチっていうのがあるんですよ。マリメッコのポーチの作り方を紹介した時に内布と外布が同時にできるっていう方法を紹介してます。でそれを今回これで実現してみようかなと思います。でまずですねちょっとぶつけ本番なのもしかしたら失敗するかもしれないから同時には多分やらないと思うんで後で参考にしながらこうやったら失敗するんだなっていうのも見ていただきながらやっていただけたらと思います。これがね何センチだろう。こう布耳でそのまま合わせたんですけど大体ね36センチですね。これをまず2つ折りに中表にしますよね。でちょっと折り目をつけて、でこの折り目をつけたところがポーチの外側の底になってきます。これの今折ったところがここですね。これは2枚の生地でやってるんですけど今回はこれを1枚でやろうっていう。でここからですねまたさらに折っていくんですけど折り紙みたいですよね。これ後でまた反対にしますけどちょっと分かりやすいようにこうやってちょっと蛇腹に折っていきます。こんな風に蛇腹に畳んで、ここが内側の縫い代にしようかなと思うのでここが1センチはみ出るような感じで折ってます。こんななんか脇もねそんなに揃ってないんだけど多分うまくいくかなと思うんでちょっとこれで1回はやってみようと思います。なんか何ができるのかなって感じですけど、なんか子供の工作みたいでこうなった時に出来上がるイメージがこのままパターンって折ってこれがポーチになる。こういう風に砂ポーチになるっていうのを作っていこうと思います。なので今度これの動画を見る時に分かると思うんです。ここちょっとねファスナー挟み込んでるんですよね。その挟み込む方法として今折ったところを反対にして
裏にしてもう一度折る。で折り目をしっかりつけておくんですね。で反対も同じようにして、でこんな風に折って今裏の状態なんですけど、そこを開いたら折り目が自分で分かるようにしてほしいのと、見えなかったらちょっと描こうかな。こんな感じで今ね線が引けたところです。でここにファスナーを合わせていきます。でこれ見ると柄の向きこうですよね。でこのファスナーはこうやってつけていくので、ここに挟み込まれて出来上がるっていうイメージなんですよね。だからこれをねちょっと出来上がりを完成をちゃんと意識しながらやらないとファスナーの向き間違えちゃうんで、これはこうで表がこうなってます。でここで仮止めしていくんですけど、でこんな感じで、ざっと留めたところです。でこれをちょっと手縫いで少ししつけみたいな感じで留めておくとずれにくくなるので、これ動画でねもう紹介してるから、ちょっともう一回ね分かんなかったら見てみてくださいね。全くね作り方同じようにしてやってみようと思います。でこのしつけはこれ今刺繍糸でやっちゃってますけど、そのまま縫い代の中に入っていっちゃうので抜かないしつけになります。このキットねすごいんですよ。手作業ですからね。皆さん愛がこもってますよ。しかもその布耳を仕分けるのも手作業なんですよ。だから色が濃いものばっかりが届いてるわけでは多分ないと思って、多分白いものとかもちゃんと分けて入ってるので、バランスよく皆さんにいくようにそれを全部手作業してるのと、あともっとすごいのがアイロンかけてるんだって。アイロンすごくないですか？だからみんなのところに届くのはシワがない状態で、折り目がきついものとか多分入ってないと思うんですよ。折り目がついちゃってるとすぐできないじゃないですか。すごいですよね、この歯切れの布愛っていうか、すごいなんか見習わないとって思うぐらい素晴らしいなと思いました。そうね、可愛いの全部綺麗な布でした。ありがとうございますね。すごいですよね。ポーチに使う耳のサイズは前回のインライ見たら分かりますか？あゆむさん、ポーチに使うこれの耳のサイズはね、これね3枚つなげただけなので、なんとなくこういう風につなげるんですよっていう揺らぎステッチの紹介したんですよ。だからね何も考えてないです。だから考えてないからファスナーも全然合ってない。でも皆さんやるときはそうね、このファスナーを買ったファスナーのこの端に合わせた方がいいです。もう1センチ増やすぐらい。例えばね10センチのファスナーだと幅が13センチになってるんですよ。でそれを1センチ増やして14センチの幅でこれをね作っていくといいかなと思います。私はもうこのままでやろうと思ったんで、ちょっとこういう風に分かります？ちょっとはみ出ちゃってるここの部分、ほんとこれはみ出るとやりにくくなっちゃうので、縫う時この脇後から縫ってるのでこれはやりにくくなるので、ここははみ出ない方がいいですね。本当はもう1本足そうかなと思ったんですけど、なんかそれやってると布耳をまた考えて合わせるのに時間かかるなと思ったんでやめました。なんで今回はこのまま進めちゃおうかなと思います。3箇所、ずれないように留めているような感じです。でこれを縫っていきますね。でこれでちょっとこの三角のところがね縫いにくいんですけど、三角のところを一番縫いにくいところに針を刺してちょっと前に進めてから返しにすると縫いやすくなってきますよ。でこれでこの線のところずれないようにして縫っていきます。でファスナーは必ず手前が平らな状態にするので、この押さえ上げてしっかりアジャスターをこう動かしてあげて手前のところ平らにして縫っていきます。で最後も三角があるのでね、ちょっとここずれないように目打ち使います。で、描いた線がここにあるので、そこの線に合わせて縫ってるところです。そしたらしっかり、YouTube 拝見させていただいてます。いつも素敵なものばかりでキュンキュンです。ありがとうございます。ピッピー花さん見てくださって本当にありがとうございます。すごいね励みになります。どこまで続けられるんだろうと思ってるんですけど、 YouTube 私の
目指すところはYouTube から認めてもらえる10万人の盾がもらえるっていうところまでは頑張ろうと思ってるので、そこまではしっかり続けていきたいと思います。じゃあその後どうするのって思ったら、100万人はさすがにね高みすぎて目指せないんですけど、でもなんかまたね違う方向行ってもいいし、またYouTube そのままね続けていくとは思うんですけど、まずはね10万人っていう、私ね目標ないとねなんかできないんですよね。だから目標を作って進めてるような感じです。そしたらこういう風にちょっと飛び出てるところ、こういう飛び出てるところはカットしておきます。でこうやって畳んで、今縫ったこの 7mm の線の上を縫うようにします。本当は最初 5mm でね縫ってくださいね。で、2本目は 7mm で縫うんですけど、間違えて最初に 7mm で縫っちゃったので、もうこのミシンの線の上を縫っていこうと思います。そしたら表にした時に縫い目が見えないので、この線の上っていうか線の際をファスナー寄りにして縫っていくような感じです。でここでまたアジャスターが邪魔になってくるので動かします。そういえばこの職業用ミシン使われてる方っていらっしゃるかな。これね今ね SL700EX を使ってるんですけど、職業用ミシンって押さえがもう家庭用ミシンと違って押さえがここまでしか上がらないと思ってたんですけど、これ実はねもう一段上がるのご存知です？これもう一段上がるのって結構大きくって、家庭用ミシンも押さえ1回上げたらもう一回グッと上がるんですよね。それが職業用ってなかなかできなかったんですけど、これはねできるので、それ発見した時すごい使いやすいなと思いました。持ってらっしゃる方は是非やってみてください。なんか TL30 とかはまだこの機能がないみたいですね。ねだところで、表にするとこうやってもうファスナーがもう縫い込まれてる状態になっていきます。ここから今度は際を縫っていきますね。でこの反対側も同じようにして、本当はさっきこうやってやりたかった。このファスナーをぐーっとこうこんな風に折り上げたかったのに、なんかいつもの習慣で斜めにやっちゃいましたけど、これをぐーっと折り上げておく方がいいかもしれない。そういえばこの間の大阪のワークショップの様子が YouTube で公開されてました。昨日の夜ねお知らせいただいたので、後でストーリーの方にシェアしたいなと思います。なんかプロの方が作る動画ってやっぱりすごいですよね。なんかインスタを見てくださった方がワークショップご参加されたりとか、お客様だったりとかっていらっしゃったんですけど、ほとんどね今回のワークショップは会場来られた方が参加される方の方が多くてですね、すごいなんか新しい出会いの機会になりました。大阪楽しいですね。でも皆さんなんかすごいねノリが良くて面白かったですよ。じゃあファスナーのこの反対側またやっていきます。今度は左にして、今度は間違えないように 5mm で縫っていきますね。これを最初やりたかった。間違えて 5mm 7mm で縫っちゃったけど、よし。じゃあそしたら出っ張ってるファスナーを切ります。で反対側がこうやってついたところですよね。そしたらまたパタンと閉じて、でこんな風にまたさっきみたいに包んだら 7mm を縫っていきます。これどうなっていくんだろうね。なんか可愛いのできそうですよ。際を縫いますね。まずじゃあ最初に失敗してない方から縫うか。これでも縫えるかな。だいぶ狭いからねやりにくいけど、縫えないことはないか。こういう感じにして片側だけを縫っていくんですよね。こうやってこの表面、これ切れてる方が内側になるので、切れてる方はこのまま倒した状態でこうやって広げて、ここの面だけに際を縫っていきますね。なんかここの部分ももしグラグラ縫いにくい時はこの際を縫うところもなんか揺らぎステッチでやっちゃってもいいかもしれない。さっき際を今1本目縫ったんですけど、こっちも同じようにして
この表に出る面だけにステッチを入れていきます。今こんな感じさっき間違えちゃったけど、こうやって際が縫えたところです。こんな風に見えますかね。今この輪になってる方が外側に出てくる面で、この切りっぱなしの方が外布、外じゃない、ごめんなさい、内布になってきます。でこれでこの後どうするかっていうと、あとはもうぐるっと縫っていくだけなんですけど、手芸部のタグをこの間のインスタライブでリクエストいただいて、でこれを注文して作ってみました。これもね一つつくんですよ。で、このねトートバッグでやる時に YouTube で何度か紹介してるんですけど、こういう風にここに挟み込む方法とかもあったり、あとはこういう風に脇につける方法もあったりするので、なんか好きな位置に留めていただけたらなと思います。今回もうせっかくなのでこのポーチに使おうかなと思います。でこのまま使うとちょっと長いんですよ。これ6センチの規格になってるんで、タグはなんかこう見せたい部分をどのぐらいまで詰めるかっていう風に決めてから、この縫い代の部分を考えて切っていくといいですよ。で今回はファスナーのこの端が結構縫い代ギリギリだったので1センチ取れないので、私は7ミリぐらい残して切っていきたいなと思います。でちょうどこの縫い代とかが倒れてるところにこのタグを脇タグをこうやって挟むと段差がちょうどなくなるので、そういう位置に決めていくといいですよ。はい、じゃあここで脇タグも挟んで、あとはぐるっと留めて縫っていきます。なんかこういう風にタブを挟むと、例えばチェーンとかキーリングとか後からこう紐とか通せば何かつけられたりするので、なんか脇にちょっとループみたいなのつけとくといいかもしれないですね。はい、じゃあそうしたらここを今度ぐるっと縫っていくんですけど、ここ返し口を残さなきゃいけないので、返し口だけ残してぐるっと縫っていきます。なのでちょっと返し口ね結構忘れやすいので、返しするのにこうちょっとヒラヒラしててやりにくいので脇にしようかなと思います。脇の部分を4センチくらい残して縫っていきたいと思います。じゃあ縫っていきます。これは今回は7ミリにしておきます。縫い代の余りがないので。このファスナーの脇縫うときは金具踏まないように気をつけてくださいね。金具踏むと大変なことになっちゃう。はい、じゃあこんな感じで周囲が縫えたところです。白糸だから見えないですけどね。でこれで、表に返していきます。返し口のところから表に返します。で角を表に出す時は角を最初にこうちょっと畳んで、最初に出してから表にすると綺麗になってきますので、最初に出して表にします。さあどんなのが生まれてくるでしょうか。じゃあうまくいってるといいんだけどこんなぶっつけ本番でやってて、さあ出てきましたよ。こんなちっちゃいけどポーチができてきた。かわいい。やっぱりさすがにちょっとギリギリの幅でファスナーをやったので、角は難しいなこれ出すの。ちゃんと1センチぐらいやっぱ余裕がある方が角は綺麗じゃないかなと思います、ね、でもなんかできましたね。なんかこうやってやる方法だと内布が1枚で、内布っていうか、1枚の生地で作れるっていうところが結構面白いんじゃないかなと。なんか内布用意しなくていいので、こんな感じでなんか布耳で作らなくても普通の生地で作ることもできるので、ぜひね参考にこのポーチの作り方も参考にしながら、なんかヒントに、ね、なればいいなと思いますけど、あとは返し口閉じて仕上げていくようになります。アーカイブ皆さん見ていただけそうだったら残そうかな。なんか前回のアーカイブ残さない予定だったんですけど、前回もでも意外となんか皆さん見てくださってるので、しばらくちょっと残してみようかなと思います。様子見てね。
時間ぐらいやってるのかな私。大体でもこういうの作るのに1時間ぐらいですね。ちっちゃいポーチだと1時間ぐらいでできるかな。この柄の生地ってこうやって向きになるから、反対はこうやって柄がねこう向きが変わってしまいますよね。それはちょっとね残念なところではあるんですけど、なんかちょっと作るのに生地で遊んでみるのにはいいのかなと思います。で布耳も今回こちらのトートバッグを紹介してますけども、もちろんねこればっかりではないので、作れるものもねいろいろありますよっていう紹介でした。で新しいレシピで紹介するよりは今もうすでに紹介しているレシピで再現した方がちゃんとそっちの方で丁寧に紹介しているので、そちらも見ながらですねやっていただけるかなと思ったので、今回はこちらにしてみました。なので巾着ポーチも同じように内布が一緒に作れますっていう紹介をしていますので、巾着ポーチもこれみたいにねちょっとやってみるのもいいかなと思いますよ。なんか内側はね布耳なのでこうやってゴワゴワしてしまうんですけど、せっかく届いた生地をそのまま生かすって思ったら、こういう方法もありかなと思います。でこういう揺らぎステッチの紹介だったのでフリンジのあるものを取り入れたんですけど、もしポーチの中にこのフリンジがあったらちょっと邪魔だなって思ったら、平らな布耳だけちょっとフラットになってるものだけを使ってみてもいいと思いますよ。ね、なんかいろいろそんな風にして楽しんでいただけたらと思います。そう、手芸部もね人数もたくさん増えてくださったんですけど、なんかこれから追加の募集もあるそうで、生地が在庫がね余っていたらまた追加で募集をされるそうです。でこの後ね1回目この間も大阪のワークショップでお話しさせていただいた方に、やっぱり迷ってて布耳だしっていうことでやっぱり入部しなかったっていう方もいらっしゃったんですけど、この布耳は本当に初回なので、あときっと届いた方はお手紙とかも読んでくださってるかなと思うんですけど、私の方でお手紙もつけさせていただいていて、そこにも書いてるんですけど、布耳は一番最初のネージュのちょっとネージュといえば布耳のバッグっていう風に思っていただいてる方も多分いらっしゃると思うので、布耳ということで初回はねやらせていただきました。ちょっとインパクトのあるものでやってみたいなと思ったのでやったんですけど、次回は布耳ではなく普通の生地を使って3枚のクロス、今回は布耳と布2枚だったんですけど、次回は、カットクロスが3枚届いて何かを作りましょうという風にしていきますので、その中で、予算の中でファスナーとかつけてもらえたら、ファスナーをつけたり紐をつけてもらえたら巾着とかそういう風にやってもらえると思うので、これから、どんどんまだスタートしたばっかりなんで、どんな風になっていくかまだ未知なんですけど、みんなで一緒に、やれたらいいなと思うので、どんどんコメントとかからもこういうのがいいなって、実際記事が届いたらこれだったらこういうのも作れるんじゃないかなっていう発想がどなたかありましたら、コメント欄の方からもちょっとねご意見いただけたらね嬉しいなと思います。布耳は追加で購入することはできますか？これ購入することできると思います。 MC スクエアさんってもともと通販っていうか、通販でやられてるので布耳を普段扱ってるんですよね。だから多分ねキットに届いた時に書いてあるんじゃないかなと思うんです。多分会員様は割引で買えるとかそういうのが多分あると思います。あとお手紙届いたら会員証作ってみたんですよね。でなんかMC スクエアさんってあちこち全国イベントとかも行かれてるので、なんかその会員証があれば割引になりますとかっていうのもやられてるそうなんで、なんかあれ切り取って大事に取っといてくださいね。なので切り取り線破線は切り取り線なんですよ。昨日届きました。作るの楽しみです。リーフ
リーフ KM さん、ありがとうございますね。なんか動画、布合わせの動画を紹介していますので、それをね見ながらちょっと自分の布と見比べながらやってみると面白いかなと思いますんで、あと別にその布耳だけで絶対作んなきゃいけないってわけじゃないので、例えば自分の手元に残してた布耳を合わせていってもいいし、自分の布と組み合わせていってもまた違う感じにはできてくると思うので、そういうねちょっと楽しみをしていただけたらと思います。それで多分ね次は1月かなと思うんです。全然作品考えてないので、みんながやりたいものをリクエストいただけるとね一番いいかなと思います。多分これから続々届いて動画をもう一回見直して作られる方多分増えてくると思うんで、その時にコメントをちょっとね残していただけると即時で反映されると思うので、残していただけるといいなと思いますそう、それでなんかねあれなんですよ、今お手紙にも書いてるんですけど、オリジナルの布をね今企画してます。この手芸部用に一般販売ではないと思いますね。この多分ねMC スクエアさんの方では購入できると思うんですけど、なんかそういうのもやってるので、ちょっとこれからを楽しみにしていただけると嬉しいなと思います。ありがとうございますね。なんかそんな感じで、じゃあ今日はそろそろ終わりにしようかな。そろそろっていうかもう結構長いことやってますよね私。なんか最初からずっと見てくださってる方本当にありがとうございます。みかりんさん、オリジナル生地楽しみです、ありがとうございます。ミロンさん、昨日キット届きました。可愛い布耳がいっぱいで作るのが楽しみです。カットクロスも良いですが布耳が入るの希望です。ありがとうございますね。なんかでも布耳ね多分たくさん余っていくと思うので、その余った部分もまた役立てていただけたら嬉しいなと思います。じゃあ今日も終わりにしたいと思います。ありがとうございました。また、次回ですねできたらいいなと思います。いつになるかはわからないですけどありがとうございました。 YouTube の方もよかったら見てみてください。インスタライブ初めて見ました。ありがとうございます。手芸部会員証についてもう一度お願いします。楽しかったです。ありがとうございました。終わりって言ってるのに、手芸部会員証ってお手紙についてきますので、手芸部会員証お手紙捨てないで残しといてくださいね。このお手紙にこういう風にここにこのね破線の切り取り線入れてあるんで、これのサイズもカードクレジットカードとかと同じぐらいのサイズの幅にしてあるので、お財布とかにピュッと入れられるように考えて作ってますんで一応サイズまでだからなくさないように取っといていただけたらいいなって思います。こんな風になんかオンラインショップとかお買い物されてる方とかはご存知かと思うんですけど、私結構こういう手紙をですねお買い物された方に皆さんにずっとつけてたんですよ。でも2年ぐらいもう前にやめちゃったんですけど、やっぱりこの作業もちょっと大変になってきたので、あと目もねちょっときつくなってきたからやめちゃったんですけど、この手芸部でお手紙の方復活させてみました。なので文字ねすごいちっちゃいですよ。でちっちゃいけど私はまだとりあえず読めるんですけど、やっぱり暗くなると少し読めないので提案としてはスマホとかでスクショしていただいて拡大して読むっていう風にしてもらえればと思います。で書く内容が増えてくるとどんどんフォントの文字が小さくなってくるんでそれもちょっと覚悟しながら見てみてください。なんか近況とかお知らせとかをこういう風にお手紙書いて、例えば書籍が出ますとか、あとなんかこういう今お仕事こういうことしてますっていうのをオンラインショップのお客様だけに発信してたんですよ。でそこからは内容が漏れないように皆さんに秘密にしていただいてたので一切外部に出ることなくですね、家族のこととかもお話できたんですけど、今回手芸部なのでさすがに家のことを書けるかどうかは分かんないですけど、なんかちょっと近況とかね
なんかこういうことやってますとか、これからこういう旅行行こうと思ってますとかって、そういうお知らせとかをこうお手紙にしたためています。なのでちょっとプラスアルファな楽しみとしてしていただけたらいいかなって思ってます。はい、お手紙会員証楽しみにしてます。ゆうさんありがとうございます。りっちゃんさん、何かに使えるのですか？この手芸部の会員証を持ってることで会員であるっていう風になるみたいで、その割引に使えるそうですよ。私もそこまでなんかちょっと詳しいことわかんないんですけど、一応なんかその手芸部です、手芸部に入ってますって言うと、なんか MC さんがイベントやってる時のこうなんか材料の購入の時とかの割引とかがあるみたいです。別にこれ忘れたら割引ないってことはないと思うんですけど、会員であるっていうのがなんか自分で証明できれば多分大丈夫だと思います。なんか前はコットンフレンドとかブティック社さんの方でイベントされてた時になんかそういうのやってたみたいですね。はい、あとこれちょっとプリントしたら分かんなくなっちゃったんですけど、私の好きなグリーンを入れたんですよ。グリーンを入れたつもりなんですけど、自宅で印刷したらちょっとブルーっぽくなっちゃったんですけど、この丸い玉の色は変えていこうかなと思います。これは初期メンバーだけのこの色にして、次からはちょっとベージュっぽくして色は変えちゃう予定です。なんかそういう風に変えてみたいなと思ってます。再募集あると思うので、布耳の再募集またMC さんの MC スクエアさんの方で独断でどんどんやられるということなんで、MC さんのアカウントの方もフォローしていただいて、そちらの方チェックしていただけたらと思います。多分私の方は多分気づかないうちに多分始まってると思うので、多分お知らせとか特にないかなと思うので、そちらの方を見ていただけたらと思います。あとまだ私の方にお問い合わせが結構来るんですけど、私は作品に関するお問い合わせしかちょっとお答えできないので、お支払いのこととか発送に関しては全部MC さんの方にお願いしたいなと思います。はい、ありがとうございます。先生の全身コーデ、これね、私今日大したコーデではないので、このもう安い服しか着てないから、ちょっとなんかもうちょっといい洋服着ないといけないなって思ってますけどね。なんかね楽天とか島村とかなんかそういうのばっかりで、もうちょっと品のあるものを着たいですね。はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。長いことご視聴いただきましてありがとうございます。ゆきさんらしくて良いです。ありがとうございます。名前で呼んでもらえると嬉しいですねありがとうございます。